どうも皆さんお疲れ様です。敷島テトラです。もうすぐ6月が終わりますね。これが何を意味するかご存知ですか？ 2026 年が始まってからもうすぐ半年が経過するということです。今までに比べて今年は体感が明らかに早くて、猛烈な勢いで死に近づいているのを感じます。怖い。さて、この半年間も様々な購買活動を行ってきました。その中で敷島が便利だと思った商品、おすすめしたいと思った商品を今回はいくつか紹介したいと思います。皆様の購買活動の参考になれば嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。クリッパ。これはバッグとかリュックとかにつけておく輪っかです。この輪っかの片側がパカって開く構造になってて、こんな感じにどこでも荷物掛けになるよっていう商品です。耐荷重は 15kg なので、かなり色々入れたバッグでも引っ掛けられます。敷島初めてこの商品見た時に、なんだこれって正直めちゃくちゃバカにしてたんですけど、先日知り合いが便利だよって教えてくれたので、正直かなり懐疑的な気持ちはあったんですが、試しに買ってみたんですよ。思った以上に便利でした。たまに狭いお店とかで荷物置き場ないお店とかあるじゃないですか。そういう場合って自分の座る場所を犠牲にして椅子の背中の部分に置くか、衛生面を1億歩ぐらい譲歩して足元に置くくらいしか選択肢がないと思うんですけど、そういう時に大活躍してくれます。それとこの商品は荷物を引っ掛けるのもそうなんですけど、バッグに物を引っ掛けたい時にも重宝します。例えばドリンクホルダーだったり、すぐに取り出したい機材をポーチごとそこに引っ掛けちゃうとか、ここに輪っかがついてることでさらに引っ掛けられる場所が誕生するので、おそらくこれは正規の使い方ではないんだろうなとは思うんですが、その点がとても便利だなと思いました。あと見た目が邪魔じゃないのがいいですね。なんかジャラジャラしてるわけでもないし、必要以上にごっついわけでもないので、見た目がやかましくないのがいいですね。一個だけ注意点を伝えておくと、ショルダーバッグみたいな肩掛けの紐が長いタイプのバッグはこんな感じでビローンってなって地面についちゃうので、使えない場面が多いです。多分リュックとかトートバッグとか、そんな感じの持ち手の短いものを想定して作られてるんだと思います。で、価格面なんですけど、これ1個3000円くらいするんですよね。敷島はこの純正のやつを買ってるんですけど、1000円台で別の会社から出てる似たような商品もあるので、価格面が気になる方はまずはそっちを試してみてもいいかもしれません。ただ耐久性については保証ができないです。クリッパー便利なのでぜひ。電動空気入れ。敷島一応自転車を持ってるんですよ。ただね、空気が抜けた時にでかい空気入れをわざわざ駐輪場に持ってってシュポシュポやるのがめちゃくちゃめんどくさくて、空気が抜けるとしばらく放置して乗ってないみたいな時期があったんですよね。そこで電動空気入れが便利だぞと聞いて調べて買ってみたら、これがめちゃくちゃ便利でした。まず手動のやつに比べてサイズが小さいです。手動のやつってこんな感じでだいたいホビットぐらいの高さはあるじゃないですか。その点電動はめちゃくちゃ小さいんですよ。例えるなら最近の iPhone をちょっと分厚くした感じというか、デカめのモバイルバッテリーくらいの大きさでしょうか。で、空気を入れるのも死ぬほど手軽で、ボタンを押したらもうあっという間に空気入れてくれるんですよ。今までマリオパーティーみたいにシュポシュポやってた自分がアホみたいに思えてくるくらいの手軽さです。電池が切れたら USB Type-C で充電ができるんで、ここもねめちゃくちゃ楽です。難点と言ってもほぼないんですけど、まあ強いてあげるとしたら音が少し大きいことですかね。空気を入れてる間の音はなんかこうブイーンって感じで、やや音は大きいんですけど、別に深夜に使っても他の住民の睡眠を妨げるほどでは全然ないです。そんな感じで欠点が今のところほぼないので、とりあえず手動の空気入れは捨てました。自転車ユーザーはぜひご検討ください。シルクナイトキャップ。実は敷島、寝るとき枕使わないんですよ。割とどこでも寝られるし、枕あってもなくても個人的にはあんまり変わらないなと思って枕使ってないんですよ。ただ一点だけめちゃくちゃ気になることがあって、それがね、髪が死ぬほどくっちゃくちゃになることだったんですよ。多分寝てる間に縦横無尽にコロコロしまくってシーツで髪が擦れてるせいだと思うんですけど、起きた時にだいたいものすごい寝癖ができてるし、髪もパッサパサになってるんですよね。そこで使ってみたのが前から気になってたナイトキャップなんですが、これいいですね。寝癖も全然できてないし、髪がパサパサにならずに生き残っています。これを着用して寝るのとそうでないのとでは正直雲泥の差があります。
ナイトキャップっていくつか種類があって、こういう東宝のキャラが被ってそうなやつとか、挑発用のミニョーンってやつとかいろいろあるんですけど、敷島が使ってるのはこのフードみたいになってるタイプですね。この商品の難点としては、着用中の見た目が人類滅亡レベルでダサいことですかね。敷島が買った時ピンクっぽい色しか残ってないのも原因なんでしょうけど、なんかこう赤ちゃんみたいな感じの見た目になるのですごい気になります。着用中の姿ははっきり言って誰にも見られたくないです。ただね、見た目がダサいっていうのはおそらくどのタイプのナイトキャップをかぶっても一緒だし、おしゃれにナイトキャップをかぶろうという気持ちがもはや間違ってるので、見た目はもう諦めてください。敷島は諦めました。トラスコ中山新型カルティオ。これ使う人限られてくると思うんですけど、敷島的には最高に重宝したので紹介しておきます。これはですね、台車です。台車を買う人なんてあんまりいないんじゃないかと思うんですが、敷島はイベントに参加する時の搬入のために買ってかなり便利でした。敷島春先に M3 っていうイベントに出たんですけど、その時ね、搬入する荷物がかなりあったんですよ。このイベントでは CD を頒布したんですが、CD のみの通常版と CD に特別冊子がついた特別版っていうのがあって、 CD の方はね、印刷所から直接会場に搬入してくれてたんですけど、この特別冊子は印刷所から家に届いちゃうんで、何としても己の力で搬入しなければならなかったんですよね。で、その時にこの台車がものすごく活躍してくれました。これは動きも滑らかだし、たくさん物を乗っけてもかなり安定してるし、何より静音性が高いのが良かったですね。なんかガラガラでかい音がするといろいろ気になっちゃって、移動中になんかもうほんとすみませんみたいな気持ちになっちゃうんで、静音性が高いのは大事なことだなと思いました。ちなみにイベント以降もグッズが入った段ボールを運送会社の営業所に送ったりとか、大きめのものの移動なんかでかなり役に立ってるので、敷島はもうすでに元を取ったかもしれません。フレキシスポット昇降デスク。これは2026年の買い物というよりは2025年の12月くらいに買った商品なんですが、前回の買ってよかったもの動画に入れられなかったんで今回入れました。敷島去年の暮れにデスクを買い替えて昇降デスクにしたんですよ。自分の周りみんな昇降デスクいいって言ってるし、せっかく買い替えるなら試してみるかぐらいの気分だったんですけど、めっちゃ便利でした。敷島は一日中家で PC をいじってることが多いので、最近はデスクを上げたり下げたりして作業中立ったり座ったりしてやっています。位置が高いところに固定されてる完全なスタンディングデスクだと疲れちゃうんですけど、昇降デスクの場合は疲れたら低くして座って作業するとか、いろいろ調整ができて助かっています。今回ね、昇降デスクといったらフレキシスポットかなと思って買ってみたんですけど、これはね、安定感もありますし挙動も滑らかでいいですね。しっかりしてるだけに組み立てはバカほどめんどくさかったんですけど、それなりに頑張れば女一人でも全然組み立てられたので、そのあたりは心配しなくても大丈夫そうです。敷島はこの昇降デスクの足の部分にトラスコ中山のキャスターをつけてデスクを転がして動かせるようにしています。台車もそうですけど、やっぱりトラスコ中山なんだよな。トラスコ中山に対する謎の信頼感があります。で、このデスクを移動させやすいように敷島はメッシュのケーブルトレイを使ってケーブルが床でごちゃごちゃにならないように整理しています。これによってデスクを動かしやすくなりましたし、床の掃除もしやすくなって一石二鳥です。ぜひお試しください。ちなみに今回昇降デスクを選ぶときに本当は L 字のやつにしようと思ったんですけど、L 字はどうせ使わない側が物置き場になって活用しきれないからやめろっていうアドバイスをインターネットで見て、結局普通の形のデスクにしたんですけど、マジで L 字にしなくてよかったです。敷島はこの形使ってるのにこの辺りがすでに物置き場みたいになってますからね。 L 字買ってたらこの辺り全部物置になってた気がします。デスク周りに物を集めがちな人は L 字はやめた方がいいかもしれません。ミニショルダーバッグ。今まで敷島は大は小を兼ねるような気がしていて、リュックだったりとか大きめのショルダーバッグしか持ってなかったんですけど、最近用途に合わせてバッグの大きさも変えていいんだなということに気づきました。盲点でした。外でも作業できるようにノート PC とか iPad が入るサイズのでかいバッグを持つ必要があるなと思っていたんですが、持ってかない日はわざわざでかいバッグとかリュックを使う必要がないということに気づいて大変驚いています。これまでお酒が飲める年齢になるまで生きてきて、用途によってバッグの大きさを変えるという発想に至らなかった自分が恐ろしいです。で、最近は散歩とかのちょっとしたお出かけにめっちゃちっちゃいショルダーバッグを使うようになりました。ちっちゃいショルダーバッグはもちろん小さいので、
長財布を入れるといっぱいいっぱいになってしまいます。なのでこれを機に長財布をちっちゃい財布に変えました。カード類もいろいろ持ってるし、小さい財布にしたら入りきらないんじゃないかと思ってたんですけど、実際小さい財布に合わせて整理してみたら全然入りきりました。もしかすると持ち物って整理すれば意外とコンパクトにできて、実はでかいものを持つ必要ってそんなにないのかもしれませんね。小さいサイズのバッグは素材違いや形違いでいくつか買ってみたんですけど、最近のお気に入りはこれです。アウトドア系ブランドキユとフジロックとのコラボ商品なんですが、柄がね可愛すぎてつい買ってしまいました。別にフジロック行かねえのにな。最近の外歩きにはこれを携帯しています。軽いしポケットがいろいろついてて荷物が整理しやすいし、それなりに雑に扱える感じもあって便利です。そして何よりも夜の砂ぼこりの中に霞むライトをイメージしたというこの柄が可愛いんですよね。フジロックは多分今年は行かないんじゃないかなとは思うんですが、何らかのフェスに行くときはこいつを携帯していこうと思います。セブンカフェミルクティー。セブンイレブンってお店の店頭にコーヒーマシンとかスムージーマシンとか置いてあるじゃないですか。一部店舗では紅茶のマシンが置いてあるところがあって、そこで作れるミルクティーがうまいです。敷島は普段あのコーナーはコーヒー飲むのにしか使ってなくて、紅茶が登場した時もへーくらいにしか思ってなかったんですけど、友人に美味しいよって教えてもらって試したら確かに美味しくて、それ以降ティーマシンが設置されてるお店を見つけるとたまに買って飲んでます。茶葉はダージリン、アールグレー、アッサムの3種類があるみたいなんですが、敷島がたまに買いに行くお店ではアールグレーとアッサムしか選べなかったんで、もしかすると店舗によって選べる茶葉が違うのかもしれません。購入は簡単で、ホットを飲む場合はレジで店員さんに欲しい商品を伝えればカップがもらえますし、アイスティーを飲む場合は冷凍食品とかアイスクリームとかが売ってる冷凍庫のところに氷が入ったアイスティー専用のプラカップがあるので、それをレジに持っていけば会計してくれます。でそのカップをマシンにセットして茶葉を選ぶと、なんと紅茶が飲めます。ストレートティーだと100円台、ミルクティーでも200円台と価格もお手頃なので、たまにミルクティー飲みてーって時に利用しています。敷島はミルクティー自体は結構好きなんですが、コンビニのドリンクコーナーによくある甘すぎる紅茶飲料がちょっと苦手なんですよね。そういう理由で紅茶からかなり離れてしまっていたんですが、このマシンで購入するやつは甘くないのが出てきて、後から自分で砂糖を足すタイプなのですごく助かっています。甘すぎる紅茶は苦手なんだけど紅茶自体は好きなんだよねっていう敷島みたいな方には気に入ってもらえると思います。テスカトリポカ。敷島は週に1回配信をしていて、その配信のコメントでおすすめしてもらって読んだ小説だったんですけど、これ面白かったですね。まあ一言で言うと犯罪の小説ですね。めちゃくちゃ雑に説明すると、メキシコの麻薬密売人と日本の医者が日本で臓器売買ビジネスを企てるという話です。テスカトリポカっていうのはアステカの神話に出てくる神様の名前なんですけど、そのタイトルの通りアステカの文明だったり神話を絡めたストーリーになっていて、どこか異国情緒の漂う不思議な魅力のある作品でした。結構闇社会の暗い感じとかちょっと血生臭い表現が多かったりするんですが、雰囲気は嫌いじゃなかったし、結構サクサク読み進められました。前半は別々の場所の別々のキャラクターの話が順番に展開されてって、一見バラバラな話のように見えるんですけど、その登場人物たちの行く先が後半で見事につながっていきました。後半のドラマティックな展開は目が離せなかったですね。自分はこういうクライムノベルみたいな作品はあんまり好きじゃないかなと思って正直ね避けてはいたんですけど、めちゃくちゃ楽しめましたし、自分にとっては新たなジャンルだったんで結構ね新鮮でもありました。ちなみに敷島は中盤以降美容室で読んでたんですけど、その後の展開が気になりすぎて読みながら家に帰りました。天国大魔教。これ以前動画でおすすめしたことあるんですけど、その時はもう少し話が進んでから単行本まとめて買おうと思ってしばらく放置してたんですよ。で先日久々にまとめて購入してみたんですよ。めっちゃ面白くなってる。いやもともとめちゃくちゃ面白かったんですけど、話が進んでさらに面白いことになっててたまげました。前に敷島が読んだところまでだとポストアポカリプスな世界観を舞台にした近未来風のダークファンタジー的な漫画だと思ってたんですけど、違いますね。これは SF です。しかもかなり SF です。あらすじは昔の動画で説明してたんでそっちを引用するんですが、この作品は壁に囲まれた謎の施設で生活する子供たちを描いた天国編と、
大災害が起こった後の荒廃した世界を生きるマルとキルコっていう2人の人物を主人公にした魔境編の2つの物語が入れ替わりながら進行していきます。全く別の軸にあるこの2つのストーリーが一体どう絡んでいくのか、そして主人公たちはどうなるのかみたいな作品ですね。とこんな感じの漫画なんですけど、これはマジで面白いので読んでほしいです。現在は13巻まで出ててまだ完結してないんですが、結構いいところまで来てるんじゃないかと個人的には思ってます。この先も結構あるんでしょうか。どうなんでしょう。前に作者の方がツイッターでうっかり頭の中で天国大魔教の最終回まで行ってしまい、満足した気分で手元の仕事を見てまだここ書いてんのかと絶望的な気分になると言っていたので、多分ね、もう話の構成自体は最後まで出来上がってて、それを今進めてる状況なんだと思うんですけど、この漫画がどう畳まれるのかめちゃくちゃ気になってしょうがないです。というわけで今回は2026年上半期の買ってよかったものを紹介しました。なんか正直他にも紹介したいものがいろいろあったので、四半期に1回とかもうちょっと細かく分けて動画にしてもいいのかなと思いました。また紹介したいものが増えてきたら動画を作ろうと思います。もし皆さんが最近買ってよかったものがあったら、ぜひコメント欄で共有していただけると大変嬉しいです。というわけで今回はここまで。また次回の動画でーす。